皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、自民党総裁選、次の総裁は誰かについて、今の現状について解説を行っていこうと思います。なお、この総裁選の有力候補者である3人については、これまで一体誰が私の一押しかという話はもう行っています。それは、今から20日ほど前に高市さんが、政策面では一押しですよということをすでに表明しています。なお、岸田さんも政策については発表してはいますが、私は特には言及していません。岸田さんに興味がある方はぜひとも自分で調べてみてください。そして、河野さんの政策についての評価なのですが、残念ながら河野さんは総裁選出馬表明の場においてもまだ具体的な政策については掲げておらず、評価不能となっています。というわけで、政策についてどうなのかといった話は今回は抜きにして、誰が総裁になるかについての解説をこれから行っていきましょう。それでは最初に結論から言っておきます。誰が総裁になるかというのは私は全くわかりません。なんだ、わからないのにドヤ顔でそんなこと言われてもと、ここで動画を停止するのはちょっと待ってください。というのも、総裁が誰になるのかわからないというのは実は良い状況なのです。これまでの総裁選においては、派閥の力学が重視され、派閥の長が誰々にみんな投票しなさいというのをまず決めて、そのような派閥がいくつもあれば、もう総裁選をする前から、次の総裁は誰々になって、もうその人が総理になるんだなということが規定路線になるわけです。ですから、そのような状況というのは、もはや世論の動向がどうなのかといった話などは全く関係なく、国会議員の中だけでもうあっという間に話がついてしまうものなのです。ですから現在のように誰が総裁になるのかはっきりとはわからない。このような状況というのは、それこそ総裁選を行っている時の候補者にしても、国会議員たちにしても、世論の動向がどうなのかなといったところを見つつ話は進んでいきますから、総裁選の時の論戦について言っても、これまで以上に緊張感を持って相手は何を言うのか、それに対して自分はどう反応するのか、そういったことについては非常に切磋琢磨する場面が見られることでしょう。ですから私は非常に良い状態だと思っています。さて、それでは直近の出来事として一番大きなものについて言及をしておきましょう。これまで何度となくテレビにせっつかれて出るんですか出ないんですかというふうにして質問攻めにあっていた石破さんがついに総裁選には出ませんということを表明しました。この不出馬の表明の中で河野さんを支持することも合わせて発表しています。石破さんについてはこれまで何度となく私は低評価だよという話をしてきたので、基本的には論外なわけですが、石破さんの持っている党員の支持率といったものが今回の総裁選には影響してきます。そして世論調査や党員の支持率といった面においては、小泉環境大臣もこれまた一つのキーマンとなっています。彼も河野さんを支持することを表明しています。それはそれとして今回の石破さんと小泉さんの支持表明により、党員調査によって支持率の高い人物というものが一つに集まることとなりました。河野さん、小泉さん、石破さんというのは基本的には支持率の高い人物としてこれまで数値を稼いできました。ただしこれらの3人が集まることによって少なくとも麻生さんや安倍さんの反発というものは十分考えられるわけですから、国会議員票についての悪影響が出ることは十分考えられます。そしてこの世論調査であったり党員支持率についての傾向といったものを読み解く上でいろんな情報について知っておく必要があります。まず第一にインターネット上で一番人気は誰ですかとなったら間違いなく高市さんが突き抜けて人気があります。ではそれに比べて世論調査や党員支持率と随分と差があるのは一体なぜでしょうか。そのことを紐解くためのキーワードは高齢化社会です。自民党の党員はすでに60歳以上という平均年齢になっています。つまり高齢化が進んでいる状態なのです。一方においてインターネットの中心的な年齢層というものはそれよりもはるかに低いですから、年齢のギャップというものは非常に大きいのです。そしてこの高齢という話としては世論調査も同じような事情になっています。固定電話にランダムで電話をかけまくってアンケートに答えてもらうわけですから、そもそも家に固定電話がある層というのはどうしても高齢者層になりやすいのです。そしてこれら高齢者層の人たちというのは一般的にはテレビの視聴時間が非常に長いことで知られています。
20代と60代以上のその差というものを見ていくと、60代以上の人たちのテレビ視聴時間というものは若者のざっくり言って4倍から5倍以上に達しています。朝起きてテレビをつけて、そこから朝のワイドショー、昼のワイドショー、テレビ番組をずっと BGM 係に流していれば、テレビの中で出されている情報をたっぷりと浴びてしまうわけです。人間は見聞きしている情報に非常に左右されやすいものです。そしてテレビの露出時間ということを考えれば、河野さんであれば外務大臣、防衛大臣、そしてワクチン担当大臣としてこれまでずっと最近はテレビに出てきている、そういった仕事をしているわけですから、高齢者の人たちにしてみれば顔なじみの政治家というわけです。また石破さんについて言ってもやたらとテレビで取り上げられることは皆さんもお気づきでしょう。そして小泉さんについても全く同じような理由でテレビでは引っ張りだこの議員でもあります。そしてこのような世論調査や党員支持率をすごく気にしているのが自民党の若手議員たちです。なぜならばこの人たちはまだまだ地元の基盤というものが固まっているわけではありません。ですから自民党全体に逆風が吹いている状態であれば、選挙になった時に勝つことが難しいということを理解している人たちです。つまり何としてでも選挙に勝つためには自民党そのものに追い風が吹いていてほしいのです。そうなると自然に次の総裁に求めるのは、選挙になった時に自分にとって追い風を吹かせてくれる人である。そういったことがどうしても必要になってくるわけです。そこで誰に投票するかは自分で選ばせてほしいという要望が出るのは当然の流れです。そのような流れというものをまさに汲み取った動きというものが出ています。若手議員のそれこそ派閥横断の集まりである党風一新の会という議員の連なりがあります。この代表世話人は元総理である福田康夫議員の息子さんの福田達夫さんです。集まった議員は60から90人、名簿が完全に出回っているわけではないので、この数値がどこまで正しいかといったところはまだまだ検証が必要ですが、少なくともかなりの人数が集まったというところまでは確かなようです。この会の趣旨としては、派閥で誰々に投票しなさいといった縛りをもう受け付けるべきではない。議員それぞれが自分の考えで自主的に投票することをみんな認めてくださいという主張を行っています。派閥政治の問題というものはそれこそこれまで散々言われてきたわけですから、議員一人一人が自分で考え、そして誰に投票するか自由を与えるべきだという話について言えば、少なくとも正論であることは間違いありません。ただしここで一つ問題があるのは、今回の総裁選においては派閥の長と呼ばれるような人たちがもうこの人に絶対投票しなさいといったような非常に厳しい縛りをかけているわけではありません。むしろ今回の総裁選においてはそれぞれの派閥が誰々にというのを絞り切るのが非常に難しくなってきており、自主投票にしますよとむしろ表明しているところの方が圧倒的なのです。このような状況にもかかわらず自主投票を認めるべきだと声高に言うからには、最後の最後まで世論の動向や党員の動向といったものを見て、誰に投票すれば自分が選挙に勝てるか、そこを最後の瞬間まで見極めたいというわけです。さて、これまでの流れを整理すると、河野さんが確実にこの党員票を固めに来ていることがわかります。そしてこの党員票を固めるということがまさに一体誰が勝てば自分の選挙にプラスになるか、そう考えているふらふらとした若手議員たちを引きつけることにもつながってきます。それでは他の候補者について、岸田さんについては岸田派を固めていると言われています。ただし若手の議員たちは岸田さんが総裁になってもこのままだと自分の選挙にはプラスにならないかもしれないなと思っていますから、先ほど説明したような自由に投票すべきだという活動に参加しているわけです。ただし岸田さんの場合は自分の派閥だけではなく他の派閥からも自主投票である程度の国会議員票というものが望めるので、有力候補であることに未だ変わりはありません。最後に高市さんについては総裁選が始まるよという掛け声がかかってからも一番最初に出てきたのは推薦人20人を集められるかどうかといったことが話題になるぐらいに決して勢いよくスタートしたわけではありません。しかしつい先日行われた総裁選に向けての選挙対策本部の立ち上げにおいては国会議員32名、そして国会議員の代理39名、
合わせて71名の出席があるという、これは当初からすればはるかに良い状況になってきていることを示しています。これは具体的な政策を掲げることで、より強く広く多くの議員たちの支持を取り付けることに成功していることがあります。皇室問題への取り組み、中国に対する強い警戒感、そして積極的にお金を出す経済政策など、どれもよどみなく説明を行っています。その他、野田聖子さんがもしかしたら出るかもしれないなという話はありますが、出たとしても、撹乱要因にはなったとしても本命になることはありません。そういった意味においては、今回言及した河野さん、岸田さん、高市さん、この3人の三つどもえの戦いになります。政策の話になると、すでに政策を出している高市さん、岸田さんについては、具体的な話を当然のように大量にすることができます。一方において、河野さんはまだまだ具体的な政策としてこれだといった話が出てきていないので、私は非常に不利になるなと思っています。そしてこれまでテレビの露出度を元にして河野さんに頑張ってねと言っていた、それこそ高齢者層の人たちが誰を支持するかについては少しずつ変化する可能性があります。これは何も憶測ではありません。すでにそのような動きが始まっています。総裁選が始まるよといった時に、高市さんの支持率というものは世論調査で言えば、大体 4% 程度、3% といった感じで、ほとんど1桁のそれも下の方でした。しかし、現在行われている世論調査、最新のものを見ていくと、それの倍増といったものが見られますし、また、党員の支持といったものについても同じく2倍、3倍といった具合にして、その支持は大きく伸びています。まだまだトップに躍り出ているわけではありませんし、まだ2位、3位を争うといったところに過ぎませんから、決選投票に持ち込むためには不十分な状態ではあります。しかし、ここから先まだまだ伸びしろがある、少なくとも時間があるということは、高市さんにとっては有利ですし、党員票を武器にしようとしている河野さんにとっては、その党員の支持率を少しずつ食われるかもしれないという非常に危うい時期でもあるのです。最初にも言いましたが、次の総裁が誰になるか私には分かりません。しかし分からないからこそ、それぞれの候補者が大いに力を振り絞っての論戦というものが行われるのですから、少しでも良い方向へと話が転がってくれることを私は望んでいます。総裁選の投開票は9月29日。それまでの時間というものはまだまだあります。どこかで誰かが大きな失言などをするかもしれませんし、また日本を取り巻く状況に大きな変化があることによって、それが総裁選に影響するかもしれません。例えば北朝鮮が今、巡航ミサイル、弾道ミサイルの発射実験などを行って、これを見てもっともっと安全保障に気をつけなければならないなという世論が強まれば、国防問題により強い意識を示した政策が必要とされたりもします。そして誰が総裁になるかによって次の総理が決まるわけですから、私は十分に注目するに値する出来事だと思います。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わった後は評価ボタンと投げ銭機能のご利用をぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。